車輪ガンを使いすぎたか。大丈夫か先生。いや、1週間は体を動かすのもやっとで。ほら、だったらしばらくは動かない方がいいよ。ええ。先生起きてるってばよ。もう何よ、車輪ガンってすごいけど。体にそんなに負担がかかるんじゃ考えものよね。すまない。でもまあ今回あんな強い忍者を倒したんじゃしばらくは安心じゃろう。それにしてもあのお面の子って何者だったの？あれは霧隠れの暗部。追い人の特殊部隊がつける面だ。彼らは通称火消し班と呼ばれ、その忍者が生きてきた痕跡の一切を消すことを任務としている。忍者の体はその忍びの里で染みついた忍術の秘密やチャクラの性質、その体に用いた飛躍の成分など様々なものを語ってしまう。例えば俺が死んだ場合、車輪ガンの秘密は全て調べ上げられてしまい、下手をすれば術ごと奪い取られてしまう危険性があるわけだ。つまり追い人とは里を捨て逃げた抜け人を抹殺し、その肉体を完全に消し去ることで里の秘密が外部に漏れるのをガードするスペシャリストなんだ。まずは口布を切って血を吐かせてから。いい。自分でやる。なんだ、もう生き返っちゃったんですか？ったく手荒いなお前は。ザブザさんこそあまり手荒に抜かないでください。本当に死にますよ。いつまでそのうさんくせえ面つけてんだ。外せ。かつての名残でつい。それに猿芝居にも使えたので。でも僕が助けなかったらあなたは確実に殺されてましたね。仮死状態にするならわざわざ首の飛行を狙わなくても相変わらず嫌な野郎だなお前は。仕方ありませんよ。ザブザさんの綺麗な体には傷をつけたくなかったし、それに筋肉のあまりついてない首の方が確実にツボを狙えるんです。1週間程度は痺れて動けませんよ。でもザブザさんならじき動けるようになりますかね。まったくお前は純粋で賢く汚れがない。そういうところが気に入ってる。僕まだ子供ですから。霧が晴れましたね。あ次大丈夫ですか？あ、次なら車輪ガンを見切れる。なんだ、ザブザが死んだというのにこの言い知れぬ不安感は。重大な何かを見落としている気がする。どうしたんだってばよ、先生。ああ、さっきの話の続きだが、追い人ってのは殺した者の死体はすぐその場で始末するものなんだ。それが何なの？あの仮面の少年はザブザをどうした？知るわけないじゃない。ザブザはあのお面が持って帰ったのよ。そうだ。殺した証拠なら首だけ持ち帰れば事足りるのにな。それに問題は追い人の少年がザブザを殺したあの武器だ。ただの千本。まさか。ああ、そのまさかだな。さっきからぐちぐち何を言ってるんじゃおめえたち。おそらくザブザは生きてる。それどういうことだってばよ。カカシ先生、あいつが死んだのをちゃんと確認したじゃない。確かに確認はした。
あれはおそらく仮死状態にしただけだろう。あの追い人が使った千本という武器は、急所にでも当たらない限り殺傷能力のかなり低い武器で、そもそも壺治療などの医療にも用いられる代物だ。一つ、自分よりも重いはずのザブザの遺体をわざわざ持って帰った。二つ、殺傷能力の低い千本という武器を使用した。この2点から、あの少年の目的はザブザを殺しに来たのではなく、助けに来た。超考えすぎじゃないのか？いや、臭いと当たりをつけたのなら、出遅れる前に準備しておく。それも忍びの鉄則。あのザブザが生きているかもしれんと聞いて、喜ぶとはな。先生、出遅れる前の準備って何するの？当分動けないのに。お前たちに修行を課す。と、その前に、忍びとしての能力、チャクラについてもう一度基本から話しておこう。今さら。そんなのもちろん知ってるってばよ。チャトラだろ？チャクラだよ。ま、見てろ。登ってる。足だけで垂直に。とまあ、こんな感じだ。チャクラを足の裏に集めて木の幹に吸着させる。チャクラはうまく使えばこんなこともできる。木登りに使用するチャクラの量は極めて微妙。さらに足の裏はチャクラを集めるのに最も困難な場所とされている。まあつまりはそのコントロールを極めればどんな術だって体得可能になるわけだ。理論上はな。第2の目的は練ったチャクラを維持させることだ。とまあ俺がごちゃごちゃ言ったところでどうこうなるわけでもなし。体で直接覚えてもらうしかないけど。今自分の力で登りきれるところに目印としてその区内で傷を打て。そして次はそれよりさらに上に印を刻むよう心がける。お前らは初めから歩いて登るほどうまくはいかないから、走って勢いに乗りだんだんと鳴らしていく。いいな。こんな修行俺にとっちゃ、朝飯前だってばよ。なんせ俺ってば今一番伸びてる男。オタクはいいから早くどの木でも登ってみろ。ヤモン君。よし、まずは足の裏にチャクラを集めるんだったな。よっしゃーい、いくぞーい。一定のチャクラを維持するのがここまで難しいとは。チャクラが強すぎれば弾かれる。逆に弱すぎれば吸着力が生まれず、ああなる。ま、ナルトとサスケの差はこんなもんだろう。案外簡単ね。さくらちゃん。おお、今一番チャクラのコントロールがうまいのはどうやら女の子のさくらみたいだな。すっげえさくらちゃんってば、さすがは俺の見込んだ女だ。けどちょっとなんかムカつく。サスケくんに認めてもらいたかったのに。なんでこうなるの？いつも。いやー、チャクラの知識もさることながらコントロール、スタミナともになかなかのもんだ。この分だとおかげに一番近いのはさくらかな。誰かさんとは違ってね。
それに内派一族ってのも案外大したことないのね。うるさいわよ先生ってば。サスケくんに嫌われちゃうじゃない。とは言ってもナルトとサスケ、こいつらサクラとは比べ物にならないチャクラの量を秘めている。この修行がうまくいけばこれが大きな財産になる。よーし、まずはサスケに追いついてやる。やってやるってばよ。まったく、あんたまでやられて帰ってくると、霧の国の忍者はよほどのヘボと見える。部下の尻拭いもできんで何が鬼人じゃ。笑わせるな。いやいか。まあ待て。なあ、黙っていることはないだろう。なんとか言ったらどうなんだ。汚い手でザブザさんに触るな。俺がバカな。一瞬で移動した。やめた方がいいよ。僕は怒っているんだ。次だ次失敗を繰り返せばここにお前らの居場所はないと思え。行くぞ。ハク、余計なことを。分かっています。ただ今ガトを消すのは時期尚早です。ここで騒ぎを起こせばまた奴らに追われることになります。今は我慢です。ああ、そうだな。だーらら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 もうヘトヘトよ。二人ともなんでスタミナしてんの？でも、ナルトのやつ、全く上達してないわね。そろそろ諦めて、だだこね始めるわ。くそ！ほらね。性格の読みやすいやつね。まったく。あのさ、コツ教えてくんない？サスケには内緒でさ、ね。あいつはどんどん強くなるな。どこまで強くなるか。なんせなると、お前のチャクラの潜在的な量は、おそらくサスケ以上。そして、この俺すら超えている。楽しみだよ。まったく。